はい、どうもです。今回はですね、こちら、青ヤガラとマダラハタっていう食材ですね。はい、というわけで今回はまずいことで有名な青ヤガラと、そして我々スピアフィッシングの憧れ、マダラハタです。このマダラハタはですね、結構大きくなって、だいたい15キロぐらいになったりする魚でして、どういう魚が憧れになるかって言いますと、ハタ系の魚がこっちではめちゃめちゃ値段が高いんですよ。で、その中でマダラハタ、赤マダラハタ、ヤイトハタ、コクハンアラ、スジアラ、カスミハタ、その辺がいるんですけども、このマダラハタね、これ2キロぐらいなんですけど、めちゃくちゃうまいはずです。ちょうどいいサイズですね。で、水中映像をですね、前の動画ぐらいでまとめて出してるんで、見たい方は前の動画を見るか、最後のエンディングの CM の後に流します。そちらでご覧ください。ということで早速観察していきましょう。はい、こちらがですね、マダラハタですね。死んでから時間が経ってるんで、このマダラ模様がなくなってきてはいるんですけども、このマダラ模様が特徴なハタでございます。で、ハタ系の魚って基本的に海底で、ここの胸びれを動かしてホバリングしてるんですよ。で、移動する時は尻尾の動きを使ってブワーって速い動きで逃げていくんですけども、これはね、魚つきやってる人にしかわからない話を俺は今からする。もうこのホバリングを見た瞬間にもうアドレナリンがもう俺たちは出ちゃうの。そしてこちら青ヤガラですね。これ青ヤガラね、これ90センチのまな板なんですけども、110センチ、132センチぐらいですね。で、最大全長は150センチぐらいまでなるらしいんですけども、こんなに大きい青ヤガラ見たの初めてで、今まで青ヤガラね、あんまつかないようにしてたんですけども、久しぶりについていました。で、味がね、あんまり良くないって言われてるんで、楽しみですね。で、青ヤガラって面白いのが、小さい頃はですね、海の中で見るとしましまの模様をしているんですよ。ただ驚かすとね、しましまの模様じゃなくなって真っ黒になったり真っ白になったりして、結構ね、この体色の変化ができる魚なんですね。これ口もね、すごい特徴的で、どんな素材できてんだよここって感じだと思うんですけど、ここはですね、タッパーみたいな硬いプラスチックみたいなね、構造をしています。こんなね、神妙な口でさ、小魚とかを吸い取って食べてる肉食魚らしいんだけど、本当にこんなんでさ、食べれんのかなって感じだよね。で、青ヤガラの近縁種で赤ヤガラとヘラヤガラっていうのがいるんですけども、赤ヤガラは深海魚で、これはね、めちゃめちゃ味が良いと評判で、そしてヘラヤガラ、こちらはですね、一度食べたことあるんですけど、味はね、すごい美味しいんですけども、めちゃめちゃ小骨が多い魚でして、なかなか食べるのが大変な魚でしたね。で、ヘラヤガラの英名が面白くて、トランペットフィッシュって言われてるんですよ。赤ヤガラも青ヤガラもヘラヤガラもトランペットみたいに取ったら威嚇で鳴くんですよ。ボーって。だからボーって鳴ってる音が水中映像にね入ってると思うんで、ぜひみんな見てみて。はい。ちょっとね、2種とも結構ね、美女が好きな魚なんで、ちょっと語りすぎてしまったんですけども、本日はですね、青ヤガラを刺身がほんまにめちゃめちゃまずいって言われてるんで、一旦刺身で食べてみて、その後、1日塩漬けにして、焼いて、鮭フレークみたいな状態にして、ご飯と共にいただいてみようと思います。で、こちら、マダラハタに関しましては、1日熟成してね、酒蒸しにして食べてみようと思います。というわけで、早速、さばいていきましょう。では肛門を切っていきましょうか。でも結構簡単にさばけるな。何が入ってんのこんな長い。何も入ってないんだけど、ほぼ腸が入ってて、終わったんだけど、ちょっとこうザクッと切りましょうか。腸が入ってて、ここに少しながらの肝臓と胆の、そしてここにちっちゃめの心臓が入ってますね。何も入ってないや。これだけお腹長いのにほとんど何も入ってないですね。ちょっとここ見てください。面白いですよ。ここまで背骨で、これ関節とかが一個一個あるじゃないですか。ただこっから背骨が異常な進化を遂げてて、ほら一個も関節がない。ここ多分ここはもう曲がる必要がないから硬い背骨が入ってるんでしょうね。こんな魚初めて見ました。珍しいな。で、ここまでね、身という身がね特にないんですよ。食べれそうな。じゃあこの尻びれの後ろから切ろうかな。よし、取れた。これ結構もったいないと思われるかもしれませんけど、これ身全くないんでここは食べられません。
で思ったよりね水っぽくて、今こうやってガシガシ洗っただけで身がねもうぐちゃぐちゃになってますね。でこの肛門から先がですねさばきやすいんで、こちらをですねちょっと刺身でいただこうと思います。これねしっかり血合い骨が入ってるんですね。多分見えはしないんですけど小骨が多いんだろうなこの魚。はい、じゃあ皮をね引いていきましょうか。でも普通になんか見た目は普通の白身魚で美味しそうに見えますが、どうなんでしょうね。こちら青ヤガラの刺身でございます。どんな味か試してみます。まあちょっと癖があるけど全然美味しいですよ。ちょっと福井さんちょっとこれ試してください。いやこれはいけるやん、これはいけますやん。癖あるんでしょ。いや磯臭いとかじゃなくて魚の香りっす。無理ですか。消しゴム食ってるみたい。確かで塩鮭みたいな感じにしたいんで塩に1日漬け込みます。では切っていきましょう。おらおら、じゃあ塩漬けにしていきます。一旦下に塩を敷いてのっけまして、上からも塩をすると。じゃあ次マダラハタの仕込みをしていきましょう。はい、まずマダラハタの鱗を取っていきます。こんぐらいのマダラハタだと鱗も取りやすくていいですね。でかいハタだとね鱗取るだけでもねもうすき引きしなきゃいけなかったりとかしてね結構大変なんですけど、このぐらいのサイズは楽ですね。さすがに3日目なんでちょっと鱗は取りやすいですね。熟成が進みすぎておりますね。今日が一番うまい気がするけど、明日青ヤガラと合わせたいんで明日食べましょう。最高の朝食ですね。で裏側は早送りでいきましょうか。それでは今度は頭を落としていきます。一番楽な方法でちょっと頭今回落とさせてもらいます。 OK。 うわーうまそうな肝やな。ただねこういうね南方系の魚の肝はですねシガテラに当たる可能性がありますから、どんなにうまそうでもあんまり食べることはお勧めしないですね。ではお腹を開いていきましょう。よいしょ。あ、変な感じだった。おお、内臓脂肪乗ってる。珍しい。うわこれはうまいぞ。でこれ血合いを落としていきます。熟成するときは水分を取ることが非常に重要なんです。よし OK だ。2周ぐらいで。よし完成や。はい、というわけで下処理が終わりましたんで1日待っていきましょう。はい、というわけで1日が経過しました。魚の方を見ていきましょう。まずはこちらです。ヤガラですね。ヤガラはねかなり水分が出てますよ。ほらだいぶ水分がね抜けてますね。どうなってるんだろうこれ。おお、カッチカチになってます。ほらすんごいブニョブニョだった身がカッチカチになってますね。ただ一旦今日はこれで様子見ということで塩を洗い流して、ではもう早速こちらで焼いていきます。でまず並べていきましょう。着火でこれで焼けるのを待ちましょう。そしたらね熟成してたマダラハタも開けていきましょう。おお、いいね。かなりいいですよ。はい、それでは3枚におろしていきましょう。ここに切り目を入れまして皮に切り込みを入れるんですけども、鱗がしっかり取れてないんでちょっと滑りますね。シュッと外していきましょう。 OK。 うわうまそうですね。縁側とかも油ギットギトですよ。じゃあ反対側行きましょう。反対側はささっとやっちゃいましょうね。はい、取れました。めちゃめちゃ綺麗な身やな。
では腹骨を落としていきましょう。腹骨はなるべく薄く引いていきます。すごいですよこれ、油の塊です。ただこの油の塊も引いてしまうんですよね。じゃあ反対側もやっていきましょう。よし OK。 骨を抜いていきます。ダメだ、抜けねえ。悔しいですが抜けないので、骨抜きってね、身がボロボロにならないようにやるの結構技術がいるんですよ。ちょっと練習しときますね。悔しいな。ではこちらこのぐらいのサイズに切りましょうね。畑はね、この皮がプルプルでね、身もねふわっふわでめっちゃ美味しいんですよね。でこの個体はかなりねいいですね。ちょっと水っぽさがあるんで、塩を若干当てて水分を抜いても良さそうな感じはしますけども、今回茹でちゃうんでね、このままやっていきましょう。青ヤガラもちょっとずつではありますが火が通ってきてますね。ちょっと早かったか、ちょっと早かったね。これでねしっかりとね火を入れていきましょう。そうしましたら昆布でね出汁を引いておいたものがこちら用意してありますので、これでこちらを茹でていきます。着火セット。はい、それでは入れていきます。賛否両論ありますが、ほんま1個ずつとかで綺麗にやった方がいいんですけども、いっぱい食べたいので全部いっちゃいます。はい、そしたら一応料理酒を入れていきましょう。そんな匂いは感じられませんので入れなくてもいいとは思いますけども。そうしましたら待ってる間にですね、小口ネギを切っていきましょうね。次の動画でも使えそうなので保管しておきましょうね。何？やばい、火が入ってる。火が入ってる、火が入ってる。よしよしよし、なんとか身が崩れずに乗りましたね。同時進行でいろいろやりすぎてる。はい、そうしましたら盛り付けをしていきましょう。1個2個、本当はここにねもみじおろしをかけたかったんですけども、ちょっと準備する時間がありませんでした。最後ネギをねパラパラと。でここにもうポン酢かけちゃいます。味はポン酢で決まりですね。うまそうですね。これは最高の一品だと思います。完成です。でヤガラもね結構いい感じで焼けてきてますんで取り出しましょうか。よいしょ。で今回はですねこれをほぐしましてご飯の上に乗っけて、でこれさっきマダラハタの背骨ですね。これをちょっと焦がしていきます。はい、っていう感じで焦げもついてねいい感じになりました。ではこの中にだし要因として昆布とマダラハタの骨、これでだしを取っていきます。最高に美味しいんじゃないでしょうか。これでちょっと沸騰させて2分ほどだしを引いていこうと思います。どんなだしになるんやろうなこれ。ちょっと昆布が強いね。あの量の昆布入れたら昆布の味になるか。そら魚の味もしっかりしますね。かなりいい感じです。もう10分ぐらい魚煮出したいとこなんですけど、ご飯冷めちゃうんでこれをですねご飯にかけていきます。うわこれはうまいぞ。でネギをパラパラっと OK です。というわけで完成。はい、それでは完成しました。いただきます。はい、器が変わってるのをね見て分かる通り撮影ができてなかったんで2回目の実食でございます。ちょっとねこれねどんな味がするんでしょうね。食べてみよう。だしもヤガラも最高だと思うけどね。これいただきます。ちょっとさっきと同じ反応するんで演技っぽく見えるかもしれないけどガチでうまい。めちゃくちゃうまいです。
もう出汁の時点で昆布の旨味も魚の旨味もあと焦げのコクとかもすごい、もうあと塩味さえあれば完成してるところにヤガラの塩味がすごいちょうど合わさって、しかもなんかヤガラってパサパサした身にしてるんで、こういうお茶漬けにしてもしっかりと食感があってめちゃくちゃ美味しいです。で若干ね出汁もすごい味が濃くなってるところ、ネギがねこれをね包み込んでくれるというか、これめちゃめちゃうまいです。ちょっとこれ福井さん食ってみてください。いただきます。これうまくないですか？うまっ。うまっ。しかもね、青ヤガラ臭いとか水っぽいとかなんかめちゃめちゃ言われてますけど、白身バージョンの塩鮭って感じじゃないですか。めちゃめちゃ魚の味も悪くないし。ではこちらポン酢の方もねいただきましょう。ではでは、もう味は知ってるんですけどもね、いただきます。うまいんだけどさ、お茶漬けがうますぎてね、これかすむんだよな。俺いろんなもん福井さんに食べさせてきてるじゃないですか、はい、俺結構これ一番になるぐらいうまいなって思ってるんですけど、マサルさんからいただいたものの中では一番きました。これはマジでうまい。はい、というわけでごちそうさまでした。やっぱいろんなね下道って言われてる魚いますけども、やっぱりしっかりと調理すればめちゃめちゃ美味しくなるっていうねことが証明されましたね。はい、多分ね、でもこの塩漬けの調理方法、青ヤガラじゃなくても別に臭みがない魚だったらどんな魚にも応用できそうなんで、これ皆さんぜひ魚ちょっと買ってみたりした時に試してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではここからはお待ちかねの青ヤガラとマダラタの水中映像だ。さて岩の下を覗いてみると、なんと魚がピトッ。こいつは高級魚マダラハタです。これはいいサイズですね。絶対美味しい。さて次に見つけたのはなんだ？海底に細長い影がヒット。狙いを定めてヒット。さてこちらの魚、海外ではトロンボーンフィッシュとも呼ばれます。なぜなら鳴き声を聞いてみてください。というわけでどんどん取っていきましょう。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。